8月1日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねです。8月入りましたね。皆さんいかがお過ごしですか？暑い日が続いておりますか？いかがですか？私はですね、ジムに行くとね、なんか、先月かなんか言っておりましたけれどもね、7月は1回も行けずですね。やばくない？もったいない。えぐない？なんやろな？どうしたらいいん？行かんのかな一生。早くする？もう。やっぱ冷房すごい効いてるじゃん。今、この状況って。冷房が効きすぎてるから、やっぱり自分も、運動不足っていうか、代謝めっちゃ悪くなってるから、走ったりとかして汗かきたいんですよ。踊ったりしてね。ただし、そうなんですが、本当にいけてないです。死ぬほどいけてない。だからもうちょっとほんまに、解約する？どうしよう。でももう一回くらい行って汗かかないとダメだと思います。そんなこんなで。8月入りました。先週はですね、アバンギャルディが、ミュージックステーションに出たということでね。もう、なんて言うんですかね。やっぱ、こう、私たち歌ったりとかはしてませんから、ダンスのパフォーマンス集団なので、やっぱりああいう音楽番組に出させてもらえることってね、すごいことだなと思いますし、我らがシッピー兄さんが、やっぱりそういうね、M ステとか出演されたりとかして、いろいろ道をね、開いてくださったから、ね、アバンギャルディもこうやってね、立たせてもらえて、ありがたいなと思いましたね。私はもうほんと久しぶりのテレ朝、久しぶりのミュージックステーションだったのでね、なんか、嬉しかったです。5年前ぐらいとかはさ、ラストアイドルとか、5年前？そうやな。5年前とか、ラストアイドルとか、ね、今はなき、やってましたから、本当に、ね、M ステさんとかよくお邪魔しましたし、だから久しぶりに行ったなって感じがしました。見てくれましたか？でもほんまに、ありがたいですね。本当ありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。ちょっとこの後ね、おかっぱトークでも M ステの話できたらなと思います。番組のどこかで、XYZ からのメッセージもお届けしたいと思います。さて、FM 大阪あかねクラブ今日の1曲目。夏ソングかけましょう。私もこの歌のイントロがね、とんでもなく好きでございます。中原芽衣子で、君たち、キウイ、パパイヤ、マンゴーだね。FM Osaka 85.1あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ。それでは、アバンギャルディの、おかっぱということで、今週はこのお二人が来ています。自己紹介お願いします。親アバンギャルディと、まっちゃんアバンギャルディです。お願いします。ということで、8月1日、8月一発目の、収録となりますけれども、もうやっぱり、第一トピックは、先週ありました、ミュージックステーションの、ことですよね。先週生放送にアバンギャルディが出演しました。初めてですか皆さん？もちろんでございます。初めてっていうか、もちろん。何回も出てる人の方が、そうですか？珍しい。でも出られたことありますもんね。すいません、あります。なんか、アバンギャルディのファンの人たちで、あかねさんが、あかねは出たことないやろって思ってる、ね、方もいらっしゃる、知らないんですよ。結構私出てます、みたいな。眼力すごいですよ。出たことあるんでっていう感じで、まず先輩として、そうですね。ちょっとみんなに、アドバイスとかもしちゃってね。すいませんけど。あかねさん、言い切ってたエピソードしてもいいですか？何ですか？M ステティッシュって、M ステの大定番の、いただけるティッシュあると思うんですけど、あれ、もう、私ら楽屋入った瞬間、いや M ステティッシュやみたいな、もう、盛り上がりやったんですけど、
わかねさんだけは、もう私持ってるから、はい、みんなあげる。いやいや、みんなあげるっていうか、まあ一応ね、あれは出演者にしかもらえないティッシュなんですよ。で、それを、なんか気を使って、あかねさんも一箱いりますかみたいな。これ3パック、3箱こう重なって普通のさ、ティッシュ売ってるのと同じように置かれてるから。で、なんか誰かが気を使ってね、あかねさんティッシュいりますかって言ってくれたんですけど、あれで大丈夫です。私はね、金のティッシュ箱もあるし、昔の青色のさ、昔は青やったやんか。あれもあるし、今カラフルな絵の具のこう、なんかカラフルなペイントになってました。あれも全部持ってます。っていう、すごい、マウントって感じ。そうですね。そう、なんで、じゃあ私が MC 出たかっていうと、これは、あれですね。だから、そうや。忘れてますやん。いや、いろいろありすぎて。だからまあ、自分自身が、あそこのなんか、机じゃねえわ、椅子座るところそう。なんて言うんだろうね。アーティスト出演者の椅子。そう、観覧席。そう、あそこに座ってたかって言ったら、映画、シング2、ネクストステージの吹き替えをやっておりまして、はい。で、それで、シングの、歌ってる大橋さん、スキマシスの大橋さんが出演されるということでバックダンサーで出たっていう。ヌーシーがね、ヌーシーの斉藤さんと。服着てそう、トレンディエージュンの斉藤さんと歌い出たんですけど、まあね、歌いもしないですけど、まあなんか一緒にあやかってというか、出させて。あやかりました。あやかったやろ、あれは。だって、歌えないんだからさ、後ろでこう猫みたいな感じのことしてて、出させてもらいました。そう、だからまあ、アバンゲルで初めてというか、今回ね、出させてもらえるって嬉しますね。今回、ミュージックステーションバージョンという形で OKP サイファーを、はい、披露させていただきました。どうでしたか？トップバッターそうですね。だったんで、はい。もうもう後ろで出演者の皆さんも、座ってらっしゃってて、はい。もう、なんか後ろからの圧も。圧はないよ。全然もう応援者みんな盛り上げてくれたからね。いや、もうすごい豪華な方が後ろに座ってらっしゃったんで、めっちゃ緊張しましたし、あとなんかやっぱ生放送っていうのでカメラの数とか、スタッフさんの数とかすごくて。いや、M ステはやっぱそこがね、すごいとこなんですよ。なんか、夢見てるみたいっていうか、なんか、ほんまにこんなんなんやっていうカメラの数とか。そう。で、ちょっと、さらに緊張しちゃいました。まっちゃんは私も、久々に、なんか吐きそうになるぐらい気持ち悪く。いい気持ち悪いですよ、これは。いや、すごい緊張やん。緊張っていうか、そう、私、すごい。吐きそうになったんや。踊ってる時もですけど、ただその椅子に座ってる時とかも、リハーサルの時から、リハーサルの時はすごい生き生きしてるんですけど、楽屋に戻る時、歩いてる途中に、やばい、気分悪いぐらい、ドキドキ緊張してて、久々のこの緊張感で嬉しいなと思いつつ、ちょっと次本番始まるから、抑えないと、なんか落ち着けないとっていう気持ちもあったりして、すごい、すごい。すごい。ね。夢のステージですね。本当にすごいよ。そこにね、立てたということもそうだし、まあ、ああやってね、モニターで、一緒に、ね、アーティストの皆さんと一緒に見たりとか、ワイプにね、映ってたりとか、それこそ階段降りができたりとかね。はい。すごいことじゃないか。ね、一つまた夢を叶えられたということでね。で、まあ、M ステは、見逃し配信とかはないんですけれども、ないということで、まあ、ぜひね、このパフォーマンス見てもらいたいということで、我々の YouTube にですね、プラクティス動画というのを初めて上げさせてもらいました。はい。どういうものかというと、カメラは一切動きません。定点でずっと撮られてて、で、アバンギャルディ全体の動きが見れるという動画になっております。で、ちょっと M ステバージョンということでね、そういう M ステの時にした演出もしておりますので、ちょっとぜひ見てもらいたいなと思います。ぜひ見てください。もうあれもね、何回もね、撮り直しましたね。緊張しそうになっても。何テイクも撮ったし、立ち位置もね、もうその定点用にまた作り直して、全体が絶対見えるように、ということでね、やりましたし、そう、だからまあ、それも力作だよね、あれも。そうですね。はい、あれもぜひ見ていただきたい。いや、見てほしい。もう一発撮りでございますから、ぜひ。一発撮りって言うんかな？一本撮りっていうか、ワンテイクでございますから、皆さんぜひそちらもチェックしてほしいなと思います。お願いします。曲行きましょうか。じゃあ曲ということですけど。じゃあ、まっちゃん。私は、
島唄です。うわお早速なんですけれども、はい。ほんまやな。 M ステで生歌をお聞きして、すごく、すごく感動されましたし、はい。聞いてください。今日のおかっぱトークは、まっちゃんとおやっさんが来てます。お願いします。先週かからちょっとメッセージをね、はい募集したものを、ちょっとみんなに質問とかして、それを、聞くみたいな。なんで紹介するというしてます。はい。はい。で、じゃあ早速なんですけど、先週は、この夏に行ってみたい場所があったら教えて、それからまあ夏休みね、やってみたいことも教えて、みたいな感じで募集しました。はい。はい。たくさんいただきました。ありがとうございます。じゃあね、この方、新潟市のチーマルタさんです。ちまったさん。私がこの夏行きたいところは、長岡花火です。新潟に越してきて数年になるのですが、一度も行けておらず、今年もライブ配信で見るかと思っていたところ、幸運なことにチケットをいただきました。去年までは暑いし激混みだから別に行かなくてもいいもんと強がっていた私、本当は行きたかったんです。綺麗の花火であることを心に刻みつつ、目いっぱい楽しんでこようと思います。でもさ、長岡花火で、まあ、そうか、新潟広いからか、なんか見れずに折れんのとか思ったりしたんやけど、新潟にね、お住まいで。でも広いか、新潟は。広いですね。長岡の花火って言ったらさ、もう日本一っていうか言われるぐらいさ、迫力のある花火じゃない。でそれが、見たことない。ね。逆に珍しいとか思うけど、絶対行きたいやん。絶対行きたい。ですよ。すごいんやろな。なんかめっちゃ大きい軟尺玉みたいなやつ、上がるみたいな。はいはいはい。あれを私一回見てみたいです。めっちゃでかい、一発、うわドカーンって上がるところをちょっと生で見てみたい。確かにね。でもさ、我々はよくさ、海外でさ、とんでもない近さで花火見るやん。これね、近いですね。怖いんやけど、海外行って、まあなんか花火ってそれこそさ、近いとこで、あんま見れへんやん。そうですね。まあね、ちゃんと規定の距離があるとかいうかさ、普通は。けどもう海外ってなんか、わからへんけど、プライベートでなんかでっかい花火とか上げれるんかなんかわからへんねんけど、もう今まで数々ね、めちゃくちゃ近い距離で見てきたよな。真上。火の玉降ってきますもんね。なんか上げてるとこが見えるぐらいの近い距離で、なんか花火、はい、今から上がりますみたいな。バコーンみたいな。掛け声聞こえるみたいな。あるよな。恐怖で。毎回、そう、あれは海外あるあるというか、海外に行くと、とんでもない至近距離で花火が上がるっていう。日本ではありえない。ありえないですね。真上にね。ほんまにありえへん。あれはちょっとなんか海外あるあるというか、すごいよね。あれもあれでいいですけどね。いいですね。すごいもんね、迫力が。はい。じゃあ続きまして。こちら。茨城のゴンザレスさん。ゴンザレス。皆さんはラブブをご存知でしょうか？はい。かくいう私も最近アバンギャルディのブログやインスタで知りました。とにかく人気でお店に入るために抽選の入店整理券が出るほど。で、この前、その抽選に当選したので、チャリで3時間かけて、チャリな。何チャリな。チャリで3時間かけてお店に向かいました。まずなんでチャリな。ラブブのために3時間も抽選に当選してからお目当ての商品、過去ぬいぐるみのキーホルダーは買えるんだろうなと思っていたんです。だから当選してるからさ。だがしかしすでに売り切れ。そうなんです。結局買えずに帰ってきました。なんで帰れずに ?6 時間何も。何してんので、なので、この夏はラブブを手に入れることがこの夏やりたいこと。あら、もう失着してしまって。ちょっと待って。何してんのマジで。めっちゃおもろいんやけど。ぬいぐるみのために。まず、ラブブっていうのは一体何なのっていうか、あれはどこから出てきたものなんですか？あれね、ポップマートっていうお店のキャラクターなんですかね。で、最近海外のセレブだったり、誰だブラックピンクなんかメンバーが、ブランドバッグに一つつけるみたいなので、それやってしたんや。そうです。それで。なんか、確かにほんまに急に、ほんま
急にやろ最近1、2ヶ月ぐらいで見てきましたよ。で、ラブブっていうもの自体も新しいコーナラブブ情報。ー。2015年に初めて登場して、じゃあ10年前からおるんや。でも2019年にポップマートとコラボしはい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 。知られるようになったそうです。実は5年前ぐらいから登場はしてたんだ。うん。なのに、やっぱりそうやって海外セレブたちがつけることで、人気爆発。なんや。いや、ほんまなんか急にやでなんかラブブだなんだかだとか言ってさ、何みたいな思ってたけど、メンバーもめっちゃ好きなうん。人いるんですけど、うんソノが、メンバーのソノはいはいがはい。好きで、うん。で私整理券取るの手伝ったんですよ。もう、めっちゃ広いんで、お願いしてる。もう取れなくて、やっぱ取られへんねや、それでも。うんでも、ソノは取れてました。取れたんや、実機で。でも、あや姉さん失敗してた。けどで何回も挑戦してうん、やっと取れたみたいなことを言ってたので、でもそれでも買えるかどうかはまたわからないんで、すごい。ね、どうなんでしょう。なんか大人気。さ、出てきたから、私もなんか何って思ってさ、もう YouTuber の子らとかもこぞってやん。まあそうですね TikToker の子らとかもさ、ラブブだなんだか言うてさ、ねえ、でも、なんで3時間かけてチャリで行ったんですか？それ衝撃ですよね。が一番のこの暑い日に暑いなんだ。ほんで変えてないんかいって。いや、もうほんまに気ぃつけてくださいね。ほんま茨城で。あれ、もうね、暑いでしょうから。そうですね。気をつけてくださいね。チャリンコでは危ないですよ。ね、本当にね。そうですね。はい。この方、滋賀県のパパちゃんマンさん、またです。ありがとうございます。毎週のように読んでます。ですね。テーマ、夏休みやってみたいことはい。ですが、ケンタッキーフライドチキンの食べ放題に夫婦で挑戦すること。そんなんあるん？食べ放題全国でも食べ放題をしている店舗は数少ない。でもあるのはあるんや。決められた制限時間内で、オリジナルチキンはもちろん、人気のサイドメニューも食べ放題。ソフトドリンクも飲み放題ということで、この夏休みを使って、夫婦でお腹いっぱい食べてる。わあ、いい。あらまいいですね。知らんかった。なんか、知ってるかもしれないです。あ、そう。なんか、でもさ、そんな予算食べれるかね？で、揚げ物でしょ。そうや最近ね、胃がきついっていう話をさっきまでちゃんとしてたの。なんで前まで、去年までは、は、なんか串カツ食べに行こうとか、揚げ食べたいとか、お店に入るとあったんですけど、なくなってきたよなっていう話をちょうどさっきしてて、でもさ、夏やからちゃうん。それは今。しんどくないですか夏。夏場に、そんなさ、もう冷たいそうめんとか冷たいやん。夏場に油っぽいのあんまさ、夏場に食べ放題行こういや、とさだかられてますすけど。ごいなと思って。すごいですね。すごいですね。ビスケット。甘いやいや、つもね、無理やあるもんねと思うで。いや、なんか、大阪人やからか分かれへんけど、元取られへんいや、。そうそうそうそなんか分かってる気がして、いや私は手う。そ出さない。う。元取らなって思うからさ、しんどでも楽しいんかなわかれへんけどでもいいですね。でもいいですね。夫婦で。いや、でもすごいなと思って、こんなんあるんやって知らんかった。ね。どうですかお二人は。夏やりたいこと。私は、今年は人生初の大型野外フェスほう。に行こうかなと。大型野外フェス。なんなんそれ。音なんでもいい楽の、うんバンドとか、あいっぱいアーティスト来る大きいフェスあるじゃないですか。それこそこの先週なんかフジロックもやってましたけど。そうです、そうです。そんな感じのに行ってみたいなっていう気持ち。去年はね、我々もサマソにはい。出演させてもらいましたけど。はい。行ってますやん。行ってます。いや、干渉しないじゃないですか。出演側っていうか、もう、知らんけど。しかも、出演側っていうね。私たち室内のステージだったじゃないですか。はいはいはいけどやっぱ、野外夏フェスといえば野外かなって。いや、いや苦手ですけど暑いの。苦手。苦手ですけど、いやいや。でも、ちょっと初めて行ってみたいなーって思ってます。まっちゃんは私は、今年、浴衣を買って、そうや。そうね。見て私たい。行く予定ないのに、浴衣買っちゃったりとか、去年も行く予定ないのに水着買っちゃって、あらまあ一回も着ずに終わってるんですけど、それも。今年、浴衣買ったので、お祭りか花火か見に行きたいなって思ってるんですけど、いいな、いいな。見に行けなくても、ぜひ来て、なんか SNS で上げてほしいな。ね。うん。なんかどんな浴衣を買ったのかなって気になる。あそうです色とかさ、含めて気になるから。これ聞いてくれてる人はめっちゃ気になる。あ、うん。
ちょっとぜひ、あげないとですね、言ってしまったので。お願いします。なんか、どんな浴衣を、最近の浴衣ってどんなのかなとかも知りたいし。じゃあ、お楽しみにしてください。ね。いや、すごいですが、じゃあここで、一曲いきましょはい。う。じゃあ、おやすさんお願いします。私はいつもドラマの主題歌をかけさせていただいてるんですが、夏なので、はい夏のドラマをおい、見ました。おい。ビーチボーイズあですね。反町隆史さんと竹野内豊さん。うん。バチイケの、うん。イケイケイケメン。イケのドラマ。なんか、あの時ってあの二人何歳ぐらいだったんですかね。大体。でも20代とかじゃないですか普通に。だ 23! もうめっちゃ大人に見えるな。なんてかっこいいし、色気あるな。すご。じゃあその主題歌。その主題歌はい、お願いします。反町隆史さんで、フォーエバー。赤っ端タークでございます。じゃあ、ここでね、次は、夏に行ってみたいところ。はい。夏休み行ってみたいところも紹介します。はい。品川区の水キャット。ありがとうございます。水キャット。今年は、北海道も猛暑のようですが、その暑くなるちょっと前に旅行に行ってきたと。うわこれ思い出やな。旅行行ってきたんですよ、すごい。北海道。朝晩は寒いくらいで日中は気温が上がりますが、日陰は涼しいのは湿度がとっても低いからのようです。さくらんぼが鈴なりっていうんですかこれ。いっぱいになってたってことなんだ。いっぱいになってたんですね。ラベンダーや他の花も綺麗に咲いていて、まさにベストシーズンでした。食べ物も美味しかったです。はい。だから皆さんは、行きたい場所ありますか？しかもベストシーズン。で、その旅先でラッキーなこととかあったら教えてって。ラッキーな出来事あったらでも行きたいとこはだから、私旅行行くなら絶対北海道ですね。水キャットさんと一緒です。さあ、今夏やから行きたいって感じですか？いや、冬でも行きたいです。年がら年中私北海道大好きなんで。沖縄か北海道かって言われたら、まっちゃんはどこ行きたいですか？沖縄です。なんでですか？私暑いの大好きなので、汗かきたい派なんですよ、ちょっと。まあ、でも確かにさ、さっきさ、湿度がっていう話あったけど、沖縄も湿度はどうなんでしょうでも、低いんじゃない？なんか割とこうジメッとした感じというよりカラッと暑いみたいなイメージ。低いって言いますけど、でも、めっちゃ雨降りません？それ、時期だけです降るわ、台風も来るし。結局湿度高い日多そうですけどね。か。まあでも、いいんですか？それでも、夏沖縄。おやさんは北海道。私も北海道。人生で一回しか行ったことない。沖縄沖縄。修学旅行でですか？修学旅行じゃなくて、イベントにね、出させてもらった時にありますけど、はいそれしかないです。だからあんまりその沖縄なんては言えないぐらいの、行ったことないんだ。あの時冬でしたしね。そう。だからすごい良かったんだよ。暑いの、冬に暑さを感じれたから。それは良かったんだけど、はいもう一回行きたいなとはならなかったのはなんででしょうね。いや、北海道が魅力的すぎる。そうかもしれないですね。私はもう、ほら、飲むのが好きだからさ。北海道のあらゆる食べ物で、もう一生、食べて飲んでがしてみたいね。感じ。はい。続きましてね、また、今日2回目。滋賀県のパパちゃんマン。すごい。はがき職人、メール職人だ。パパちゃんマンはね、次ね、夏休みに行ってみたいところを言ってくれてんだけれども、富士急ハイランドにある日本一怖いお化け屋敷と言われている戦慄迷宮でございます。怖いよ怖い。私たちは夫婦揃ってめちゃくちゃ怖がりですが、はい。夏は涼しさを求めて YouTube にある心霊系のはい。動画やテレビ番組を見るのが大好きです。すごい。ほとんどのその類の、動画を見尽くした私たちだからこそ、今年の夏は日本一怖いと言われているお化け屋敷戦慄迷宮を体験してみたいです。ぜひ。皆さんはお化け屋敷は大丈夫な方ですか？苦手な方ですか？どうですか？どうですか？私は苦手だったはずなんですけど、この前戦慄迷宮挑戦して、そうですね。克服
したなと感じております。素晴らしい。なるほど。まっちゃんは。私も、まあ少し怖いですけど、みんなと一緒やったら、あー入りたいな、という。嘘やん。だからみんなと一緒やん、ほんまに。嘘でし一緒やから、楽しいって思えるかもしれないけど、確かにまっちゃんは、入る直前でリタイアしましたね。はいメインに入ると序章でね。はい。これでも先週も、そういうこと、春音がは同じことしてたんですけい。ど、はい。春音とまっちゃんで、抜けてましたはけましたね。はい。あともう一人いたんですけど、うん。誰小花。小花もはけたんだ、途中で。だってあれ、出口の方向へ。いや、あれ入ったらほんますごいですよ、みんな。いや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 、あそこで、抜けるなんて、ね。抜けるなんて初案で。ほんと、立てなかったです。私は何にも怖くないんで。本当に何にもお化けなんて信じてないからさ。だって、でも、何にももう信じてもないけど、ビビリ1グランプリではあるんですよ、私。あら、そうなんだ。だから私はほんまに虫も苦手だし、あとほんまに、なんだよ、急な音も怖いですし、あと一番なんか自分で、もうほんま腹立つぐらいビビりやなと思うのが、影が動いた時にね、なんで、鳥の影めっちゃ怖くないですか？いや、もう大してか、人間でもそうやねん。だからもう、今止まったのに、なんか、ブーとかで、なんか黒い影がこう動いて、何虫って思って、影みたいな。それます。めっちゃ2歳、3歳と同じことしてる。腹立つね、あれ。嘘まあ、いい加減にしてほしいと思う。ですね。だからちょっとビ、ビリというか、まあ、オーバーリアクションっていうか、いい時期であれがほんま怖い。ビビリな。だからもう、虫やったらどうしようがあるから、虫がほんま苦手なんで、虫関係ね。関係、そう。だから、お化けは全然大丈夫よ。だから、その点は。そうですね。結構強かったですね、あかねさん。全然大丈夫。時だからまあ、脅かされるって分かってるからビビリも、そこまでなんかあれシーンだったかな分からんけど。まあでも、ほんまに成立免許めっちゃ面白いですね。あ、悔しいですねだ。からまあ、ご夫婦で行っていただいて、で私はだからメンバーと入った時に、もうメンバーを縦にしましたから。縦にして、前行けっつって、前行けあかねさんと同じグループじゃなくてよかっってた。言って、とにかく前に行かせて、私は後ろにいたので、押してました。悪い。でそのリアクション見るのもおもろいから、ゲラゲラ笑いながら。あでもちょっと、はい。行ってみてください。行ってみてください。ということで、まあお話出ましたから、富士急ハイランドさんとアバンギャルディがただいまコラボしております。はいそしてイベントもあるんですよね。はい、ありがとうございじゃあます。詳細お願いします。はい。8月12日火曜日に、アバンギャルディが、富士急ハイランド富士に。急ハイランドに行きます。はい。そして一緒に盆踊りを踊ろうというおイベントがございます。やったぜ。盆踊りもそうだし。はい。で、まあ、それから先日ね、配信もされましたけれども、アバンギャルディセカンドシングルです。うん。レッツキュー。レッツキューはい、これも、生パフォーマンス。生パフォーマンスあります。初披露ですかね。初披露ここですねはい。フルで。初披露がございますし。で、まあ、その盆踊りとかもね、なんか、こう皆さんと一緒に楽しめる初のね、こういうイベントでございますから、はい一緒に踊って楽しもうということでございます。楽しみましょう。。はいい。で、富士急おかっぱ計画ということで、はい。アバンギャルディのグッズとかも、うん限定グッズとかもね、はい。はい、ありますし、はい。限定盛りだくさんのね、イベントもございます。なんか今、富士急さんの方でも、アバンギャルディのこのパネルパネルねはい。パネルとかもはい。はい。飾られてるみたいですので、ぜひ遊びに行ってほしいのと、まあ、8月12日はね、私とまっちゃんの誕生日前日ということでございますから。前夜祭だ。そうなんです。私とまっちゃんは、同じ誕生日誕生日。はい。なので、はい。皆さん祝いに来てね。やっぱそうですね。おめでとうってちゃんと言いに来てください。はいお願いします。はい。で、アバンギャルディの初めてのイベント、アバジャムが開催決定しました。はい。 9月6日、大阪の森の宮ピロティホール。9月7日には、東京の昭和女子大学瞳記念講堂はい。で開催されます。はい。こちらもチケット、ありますかねあると思うので、ちょっとぜひチェックしてくださいよ。ということでございます。豪華なゲストのはい。方にもそうです出演していただきます。はい。初めてね、アーティストコラボのイベントということでございますので、ぜひ皆さんお願いしますお願い。します。じゃあ、ちょっとね、今日初ですね。今回、あかねクラブ初、ちょっとこの曲を流して、お別れということで。はい。はい。じゃあ曲、フリー、二人で
やってみる？もうだからこれだから今ね、絶賛もう配信中で、はい、そうですね。もうどこでも聞けますから、各プラットフォームで、聞けますので、はいちょっと皆さんぜひダウンロードなどしていただいて毎日聞いてほしいです。たくさん聞いてください。この曲はね、また我らがゴリ P さん、GRP さんが、手掛けていただきまして、はい。GRP さんも富士急大好きだそうで、そうなんですね。はいなんですか？すごい好きなんだって。だからすごいもう盛りだくさんで、この富士急愛をが愛が詰まってます確かに詰まってた。ね楽たくさん曲になっておりますので、その辺も含めて聞いてほしいし、ね、誰が歌ってんだっちゅうことです。そうですね。まだはい。知らないんか。誰ですね言ってないです、まだ。だ言ってないんか。からそれは来週ちょっと誰がっていうか、あそうですねまあちょっとなんか、ね、言えないレスキューということでございますから。はい。じゃあ、今の曲振りみたいでした。はい、じゃあ、待ってレスキューということでございますが、じゃあちょっとここでじゃあ二人でね。はい。じゃあお願いします。今週のカッパトークは、まっちゃんとおやさんでした。こっちかなこっちこっちだ。アバンギャルディのセカンドシングルです。アバンギャルディで、Let's Go!